にちは。はい、今回はですね、避妊についてお話ししようかなって思ったんですけど、セックスって気持ちのいい行為だとは思うけど、仲出しとかね、そういうことに対しての男性のね、ちょっと危機感とかも結構足りないんじゃないかなとか、あとなんかよく、女子とかでも、安全日だから大丈夫だよとか、今生理中だから出しても妊娠しないよみたいな、そういう考えとかはちょっと間違ってることがね結構多いんで、ちょっと今回は避妊方法についてどういうものがあるのかとか、そういう大切さとかをちょっとね説明していきたいと思います。まずその妊娠の仕組みについてちょっとお話ししていきたいと思います。皆さんってどんな風に妊娠とかで赤ちゃんができるっていうのをご存知ですかね。本当に簡単に言っちゃうと、もう精子と卵子がもうくっついてできるわけなんですよ、簡単に言っちゃうと。でもその精子とかはいくらでも大量生産できるんですけど、卵子っていうものは本当にすでに女性のお腹の中にあるわけじゃないんですよ。卵子っていうのは排卵日って言って、その排卵日の中のだいたい2日間ぐらいとかしかいないものなんですよ。で、まず安全日と危険日があるんですよ。で、安全日っていうのは妊娠しにくい日みたいなことを日本で言われてて、で危険日っていうのは妊娠しやすい日っていうのを危険日って言ってるんですけど、じゃあその安全日と危険日はどこなのかっていうのをちょっと話していく。まず危険日、妊娠しやすい日はここに図に書いてある排卵日っていう日が書いてあるんですけど、その日が一番妊娠しやすい日ではあるんですよ。で、排卵日って何かっていうと、女性の卵子が出来上がる日を排卵日っていうんですけど、その排卵日っていつ起こるのっていう感じなんですけど、それは生理が終わってからだいたい10日間ぐらいとかにだいたい排卵日って言って卵子が出来上がるっていう日なんですよね。だからよく生理中とかに別に排卵日に間に合わないから大丈夫でしょみたいなこと言うバカな男子とかいると思うんですけど、精子って大体どのぐらい皆さん生きるか知ってますか？精子って結構長生きするんですよ。大体生きるのは約2日で、最大、1週間生きるつわものの精子もいるわけで、精子って本当に生命力があるんですよ。ただその出した大体約2日間ぐらいはここでうようよしてるわけなんですよ。で、最大7日間って考えると、生理不順の子にとっては生理が終わってすぐ中出しとかされたりとかしちゃうと、排卵日とやっぱ重なっちゃって、すでにもう卵子が作られてる状態で精子が入ってきちゃう場合もあるんですよ。だから本当に一番皆さんに勘違いしてほしくないのは、生理にセックスして中出ししても赤ちゃんができないっていうのは、これはすごいブブーっていう間違いなんですね。で、もう一つ、安全日、妊娠しにくい日について説明していこうかなと思うんですけど、安全日っていうのは大体生理が来る前の、10日間ぐらいの間ですね。そのぐらいとかが、妊娠しにくい日ではあるんですけど、でもそれはやっぱ 100% 妊娠しないよっていうわけでもないので、ほぼ全日っていうものはほぼないんじゃないかなって思っちゃっていいと思います。だから本当に女性のバランスとかホルモンバランスとか周期とかによって全然本当に危険日とかそういうのって本当ずれるので、本当にこの日が精子出して妊娠しないとか本当ないんで、そこは本当に頭に入れといてください。で、自分のいつ安全日なのか危険日かとかそういう周期とかって、どういう感じで確認するかっていうのはアプリとかがあるんですよ。そういうので自分がいつ生理になったかとか入力していくと、だんだん自分の周期が分かるので、それでちょっと確認してみてください。次はちょっとね、これ間違ったちょっと避妊方法についてちょっとお話ししようかなって思います。一つ目は、生理中は妊娠しないっていうことですね。それはさっき言った通り、女の子の不定期とかもそういうのもあって排卵日をずれることがあったりとかするし、あと男性のその精子の生命力が結構高くて、最高1週間ぐらい生きてたりするので、だからその生理中とかに出してもその妊娠しないよっていうのはめっちゃ間違いですね。で、もう一つは、性交後にシャワーとかで膣を洗浄すればその妊娠しないとか、あとよくコーラとかで膣洗浄するとその妊娠しないみたいな、そんなわけあるかみたいな感じなんですよ。あんなねシャワー一つじゃね、あんなね中のね精子
子はねもう洗い流せないですから。でそれはもう本当に間違ってるんで、そういうのは本当にやめてください。もう一つは外出しですね。よくいるじゃないですか。やっぱりゴムしてるとやっぱりあんま気持ちよくないから、行為中はゴムはなんかつけないで出すタイミングだけゴムつけてみたいな。あとなんかこう成功してて、で気持ちいいなと思ってそろそろ出すかって思った時になんかお腹とかに発射したり、手こきとかで出す人いるじゃないですか。その瞬間だけ精子が出されると思ってませんか？違うんですよ。本当にもう成功中とかにもう出てるんですよ。バーっていって我慢汁がね出てるわけですよ。でそれがやっぱり妊娠してしまう可能性が結構高いので、常に精子が出てると考えていいと思うので、だからあんまりその外出しとかで大丈夫とか女性のお腹とかで出せばいいやみたいな、なんかそういうなんか甘い考えは本当にやめてください。でどういう風にじゃあ具体的にちょっと否認をねしていくのかっていうのをちょっとこれから説明していきたいと思います。まず1個目はコンドームですね。これは日本の中で一番多く使われている避妊法ですね。であれはだいたい避妊率はだいたい98% ぐらい、だいたい少なくて5枚入りとかでだいたい100円からで、やっぱ生の方がやっぱ生一番とか、なんか生一番やっぱ気持ちいいみたいな感じとかで思ってる人とか多分いると思うんですけど、本当なんか女性からして本当ありえないですからね。それを言われた瞬間にもう女性の心は冷めますから。だから必ずゴムはつけることはマナーで第一でお願いします。で今普通に売ってるのが一番やっぱ薄くて 0.01 ぐらいなんですけど、それほぼ生と変わらないですから、もうそれで男はもうそれ以上を求めてどうするんだっていう感じです。もうその気持ちよさ、今の気持ちよさを取るのか、それとも今後のでかいリスクを取るのかっていう、その 0.01 ミリはそれがかかってますからね。 0.01 ミリに。だからもうその 0.01 の壁を大切にしてください。はい。もう一つのその否認しないもう一つの方法はピルですね。でこのピルっていうのは、飲むお薬なんですけど、これは世界とかでも一番多く使われているものがピルなんですよ実は。で大体価格とかは入ってないと大体3000円ぐらいで、保険が適用だと大体1500円ぐらいとかで受け取れる感じかなっていう感じですね。だからちょっと保険が効かないとちょっと高くなっちゃうものではありますね。で避妊率は大体99%で、結構もうほぼね、妊娠しないとは考えてはいいと思うんですけど、でもなんかその男ってピル飲んでる女性って中出しなんか OK なんだみたいな、なんかそういう風になんか考えてるちょっと男どもちょっと出たらちょっとここに来てほしいんですけど、ほんとなんかそういう考えでみんな飲んでるわけじゃないんですよ。女の子ってそもそもなんでピル飲んでるかっていうと、自分のその不定期、周期、結構女の子ってホルモンバランスとかやっぱストレスとかもやっぱ関係してくるので、それでやっぱ乱れてちょっとなんかこう体調悪くしちゃったりとか、お腹痛くなっちゃったりとか、それを軽減するためのお薬なんですよ。あくまでそのホルモンバランスを整えるお薬ですね。だから男どもは本当にそれは勘違いしないでください。もう一つの方法は IUD っていう方法があります。でこれ簡単に言うと避妊リング、だいたい価格とかはだいたい5万から6万ぐらいとかですね。でどういうものかっていうと、女性の子宮口のところに蓋をしてしまうっていうのが一番簡単な説明の仕方なのかなと思って、それは男性にとってもその行為中とかは違和感はほぼないらしいですね。そこにも蓋をしちゃってるから、そこに精子さんがこんにちはって来ても、そこでブロックされてるので避妊できるっていう感じですね。でこれ大体で2年から5年ぐらい持つ感じですね。でも、ずれてしまったりとか、そういうことがあったりとかする、リスクもあるので、でもそれをつけることによってなんか長い避妊方法ができるよっていうのも一つあります。もう一つは、リズム法っていうのがあるんですけど、これは私の中でちょっと、避妊方法ではないとは思ってるんですけど、簡単に言うと安全美を狙おうみたいな感じのやり方ですね。自分のその排卵以外のところの日にちでしようみたいな感じのやり方を、リズム法みたいな、なんか周期を見てみたいな。でも、それってさっきも言った通りやっぱり女性のバランスがあるので、これは自分の中ではなんか避妊法ではないんじゃないかなとは思ってます。もう一つの方法は不妊手術ですね。それは大体費用は保険が適用されて大体6万ぐらいとかか
かなっていう感じなんですけど、これは女性の卵管の部分をとか切断したりとかしてもう赤ちゃんができないようにするっていう感じのですね。で一番それはほぼ100% ではあるんですけど、リスクとしては今後赤ちゃん欲しいって思ってもその手術をしてしまうともうできないので、結構ちょっとリスクはあるかなとは思います。でもそれも一つの避妊方法です。これで、一通り説明したんですけど、これはあくまで避妊のやり方ではあって、じゃあもしも男性がその精子をもうじゃあ出してしまった時どうすればいいって緊急事態の時とかはアフターモーニングピルっていうのがあって、それは72時間以内に産婦人科に行ってもらってお薬をもらうんですよ。それがアフターピルっていうんですけど、でもアフターピルを飲んだからといって100% じゃあ妊娠がしなくなるっていうわけでもないんですよ。だから大体84から高くて 90% ぐらいなんですけど、でも妊娠を食い止めるためのものなので、絶対にもしも間違えて出されてしまったって思ったら72時間以内にちゃんと婦人科に行って産婦人科に行ってアフターピルをもらってください。あと男から金をもらってください。はい、それ大体費用は大体8000円から高くて2万円ぐらいしてしまうものなんですよね。これって保険が効かなかったりとかするので、本当にやっぱリスクはでかいですね。やっぱ費用も高いし、やっぱ体を無理やり変えてしまうものなので結構体の負担はでかいです。だからアフターピルあるから中出しいいやって思うのもそれは間違いだし、それを考えを持ってる男も本当にありえないですね。精子を出すなら金も出せ、もうそれぐらい女性は体もリスクを負ってるので、男性にもちゃんとそれはちゃんとね最後まで責任を負って、残りのその精子にもちゃんと責任を負ってください。はい、皆さんいかがだったでしょうか。ちょっとね硬い動画になってしまったかもしれないんですけど、でもこれは本当に真面目に皆さん見てほしいなって思ったんですよ。男性も生中出しとかなんか軽く言っちゃう人たちいるじゃないですか。でも結構それって結構大問題なんですよ。もうまずセックスは必ずゴムしてください。成功する前にもちゃんとゴムつける、それをちゃんと守ってください。で男とかでなんか出す時ゴムつけるからとか、俺なんか精子コントロールできるからみたいなバカなこといるかもしれないけど、我慢汁出てるからコントロールできねえんだよって話なんですよ。だからそういうコントロールとか言ってバカなこと言ってる人は本当にマジでもうセックスをもうしないでも中断してもその場でもう逃げてください。はい、そんな感じです。皆さんちょっと本当に大きいリスクを負う前に必ずゴムとかね、女性の中気になる方そういう日にちょっと考えてみてください。エラーコートというブランドを始めたので皆さんぜひ買ってください。